本日は、岸大我さんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ようやくバロラントの大規模イベントを日本で開催できましたが、2日間を終えてどうでしたか？本当に多くの方々に来ていただいたり、あとは有料チケットを買ってきていただいた方ばかりで、もちろん買えなかった方は家でご視聴いただいているっていう形にはなるんですけど、ここまで人気が出るっていうのもなんか夢のようで、本当に今日声を押し殺しながらたくさんのスティックバルーンで応援してくれたことにすごく感謝してますし、最後まで皆さんが居残ってくれた、多分地方から来てる方もいらっしゃると思うし、そのゴールデンウィークの最終日っていうのがあって帰らなきゃいけない方もいると思うんですけど、本当に最後までいてくれたことに感謝してますね。全国各地から、沖縄、北海道からも来られてましたよね。みたいですね。この2年間も岸さんはどう思いますか？もちろんなんか成長が止まってしまったかなとか思う部分もあるんですけど、もうなんか変えられない状況なので、今できることを多分皆さんが積み重ねた結果、僕らだけじゃなくて全業界であったりとか、なんか日本全体がうまくコロナに対して向き合ってくれたかなっていうのが感じました。なので僕らだけじゃなくて今のスポーツ業界で無観客からスタートして、で有観客だけどスペースを空けて、いろんな方々の協力でこういうゲームのイベントもできたのかなというふうに思います。この2日間さまざまなドラマがありました。一番印象に残っているシーンはどんなシーンでしたか？一番印象に残ってるのは、お客さんを6500人分お見送りをしてきたんですよ。で昨日はインフルエンサーさんだけでお見送りをする予定だったんですけど、なんか僕の気持ちとしてはやっぱり感謝の気持ちをまた逆に届けなきゃいけないな、また来てほしいなっていうこともあったんで、ちょっと行かせてくださいっていう、そういう時に例えば岸っていううちわとか、あとはなんかお疲れ様でしたっていう言葉を受けた時になんか幸せな気持ちになったんで、なんかそういうお互いがありがとうっていう気持ちを渡し合った時になんかやっててよかったなというふうに感じますね。岸さんのパネルとかそういったものがツイッターのツイートに流れてきてたりとかしてて、愛されてるなって改めて実感できる一日だったのではないかと思います。バックヤードでの出演者さんの様子はどんな感じでしたか？終始、緊張してる人もいるんですけど、僕自身は自分のことに集中しながら、でもなんか緊張してる今日代理で来てくれた川野くんとか、あとは初めてこういう大舞台で壇上に上がったゆえさんとか、キャスター陣も慣れてない人の中にもいたんで、そこら辺のケアはちょっとしつつ、自分のことも考えながらなんで、いつも通りの雰囲気ではありましたね。緊張はされていませんでしたか、岸さん？あんまりですね。例えば選手が入ってくる入場の誘導だとか、自分の立ち位置をこうしなきゃいけないとか、そういうところでのなんか疲労はありましたけど、全然緊張っていうのはなんか楽しめる緊張感だったんで、そんなにはなかったですね。さすがですね。私もこんなカチコチなのにどうしよう。選手にインタビューする上で気をつけていることを教えてください。これインタビューってすごく僕もずっと悩んでて、アナウンサーの人にも聞いてどんなインタビューがいいんですかっていうのもあるんですけど、なんか一辺倒な今日どうですか、どうでしたかで次の意気込みをお願いしますみたいなよくあるテンプレートのインタビューっていうのは面白くないなと思って、でも一方で聞きたいことを聞いてしまうと深掘りしすぎてあんまり分からない人には分からないし、ちょっと冗長というか長くなってしまう部分があるんで、シンプルにっていうところは意識してましたね。で1対1だったらいくらでもいけるんですけど、今日とか15人ラインナップで同じことを聞いちゃうと今日どうでしたかを繰り返すだけでなんか面白くないし、なんかしつこくなっちゃうから、なんかそこら辺はすごく模索しながらのインタビューでしたね。岸さんから見てこれからの楽しみな、ストリーマー選手はいますか？特に今、バロラントの取材していただいてますけど、配信しているストリーマーさん全員ですし、その選手も今世界大会を目指して、この壇上に上がって、でまたあさってから、そして来週から試合を控えている選手っていうのはライバル関係でありながら本当に世界の頂点を目指している人たちなんで、本当に全選手って
っていうふうに言いたいですね。であとは今回世界大会で3位になったゼータディビジョンの僕らはコーチとかアナリストにも注目していて、なんかストリーマーとか選手ではなくそっちにも注目をしていただければなっていうふうに思います。最後にですね、このチャンネルの拠点渋谷 E スタジアムは e スポーツ界を目指す若者が、集う場所です。プレイヤーキャスターを経験した岸さんから若者たちへメッセージ一言お願いできます。そうですね、ゲームを経験してそれが社会に生きるっていうことはよくあって、ゲームも、RPG であれば一からお金を稼いで経験値上げてみたいなことがあると思うんですよ。実際大学とか高校卒業して社会に出たら同じことなんで、なんかそういうゲームの考えを持って現実に生かしていけたらよりなんか自分の能力を上げることができたりとか幅広い考え方できるんじゃないかなっていうふうに思います。結構ゲームで忙しくてクエストばっか溜まってるっていう人もいると思うけど、それだけやることがあるっていうのは楽しみの一つでもあるし、仕事でやることが多い辛いなって思うってことはでもこなせば能力が上がるっていうのと一緒なので、本当になんかそういう考えを持って前向きに生きていけばいろいろなんか道は開けると思うんで、自分がやりたいことをとりあえずやってみてゲームを通じてなんかいろいろ社会ってものを理解していただければいいなというふうに思います。岸さん、今日はありがとうございました。2日間お疲れ様でした。